大きなニュースいや全て超えて先行のガチエンジェルフリー走るセンフレーズ星がきらめく残月への切なる祈りはその細い手で何を願うのかもう泣かないとそう誓ったからこの雫は空へ信じ我々はウィル、全知全能の存在とわの映画を結ぶ者平行宇宙の皆さん、こんにちは。そしておめでとうございます。あなた方は認められました。我々の英知を受け継ぐことを、その素晴らしき文明を享受できる資格を得たのです。やがてほどなくして神と女神が降臨するでしょう。その時こそすべてがつながり、ありとあらゆる問いに答えが導かれます。何も恐れることはありません。あなた方は一つになるのです。どうぞその時を楽しみにお待ちください。我々はウィル、全知全能の存在とわの映画を結ぶ者。これが1時間前マジークに流されたメッセージよ。うさんくせえ。なのだ。神と女神が降臨するって言ってますね。ええ、まだあんたのことを諦めてないのかもね。そう、僕は3ヶ月前ウィルのパルフェによって神に選ばれ、それを断っている。流されたのはマジークだけなんでしょうか。ええ、ただしマジーク寮全域よ。しかも同時に。そんな広範囲に同時だなんてどうやって。これは勘でしかないけど、無限回路を利用してるんでしょうね。どの受信記録も出力値はごくわずかなの。つまり通信波が流れる程度の穴をあちこちに開けたんだわ。なるほどの。それでこれを見てしまった人たちの反応は。ちょっと1時間前の話よ。まだ調査できてるわけないじゃない。そうか。なら対策は。今 UPW 総合本部で協議中。でも
アドバイス程度の意見を伝えるだけでしょうね。具体的な対応はマジークの判断に委ねられると思うわ。マジ？もっとビシッとやんねえとまずくね？あんなくだらねえメッセージでも白旗あげる連中絶対いるぜ。仕方ないのよ。 UPW は全宇宙のリーダーってわけじゃないんだから。なんだよ、やけに落ち着きやがって。いつもだったらなんてめんどくさいのとか、いっそ UPW でマジックを侵略しちゃえばいいのよとかいうところなんじゃねえの？うまいな。いちいち目くじら立てるのにも疲れてきたわ。もう忙しすぎて。では先ほどのメッセージ以外に敵の動向は？無限回路の出現兆候などは探知しているのでしょうか？今のところ予兆波はなし。でもこの前の戦闘からも分かるように、すでに潜んでいる可能性は十分にあるわ。そんなわけで今後のことについて館長さんどうぞ。はい、今説明のあった通り予断を許す状況にはありません。どんな事態にも適切に対応できるよう備えなければならないの。よって全紋章機はセルダールに戻り次第、白き月にて緊急メンテナンスを行います。大丈夫なのだ？メンテナンスしてる時に敵が来たらどうするのだ？それを言い出したら何もできなくなってしまうわ。この状況でタイミングを測ることに意味はないのよ。理屈じゃな。もちろんできる限り迅速に行わなければなりません。その旨は整備班にも白き月にも十分に伝えてあります。それでアニスさん、レリックレイダーなんだけど。はいはい、好きにしてくれて構わねえよ。ありがとう。では臨時ミーティングを終わりましょう。解散。副長、ドライブアウトは予定通り？はい、あと32分ほどです。なら溜まっている書類を片付けちゃおうかしらね。さーてゲームでもやっかな。やっぱり一番に喋るのは親分なのだ。確かにご期待に応えることができまして誠に光栄であります。開き直りおった。私はお茶にしよっかな。あら、ご一緒しても。もちろんです。やがてほどなくして神と女神が降臨するでしょう。ウィルはまた僕を神にするつもりなのか。何度言われたって断ることには変わりないけど、別の手段で何かを盾に取られて強要されたりしたらどうする？もう僕の悪い癖だ。ネガティブスパイラルに陥るな、バカカズヤ。こんな時は館内の見回り、これに限る。出発。リリーさんが格闘ゲームやってる？何を？もうゲームオーバーとは。残念でしたね。和也か。
意外なところにいるんで驚きましたよ。これもまた一興かと思ってな。しかしあっという間に終わってしまう。私には向かないようだ。ちょっとコツを教えましょうか。おう、ぜひ頼む。ではもう一度やってみてください。わかった。いいですか。相手はコンピュータです。攻撃手段も限られてますし、何より必ずパターンが存在します。ですからまずは。おお、本当だ。この姿勢でこの技を出すと相手は確実に飛び込んでくるな。そうです。そこを対空技で撃墜しましょう。ぬりゃ、やった、カズヤ、やったぞ。ステージクリアだ。あ、ほらほら、目を離すとやられちゃいますよ。おっと、そうだな。それじゃあそんな感じで頑張ってみてください。わかった、感謝するぞ。なのこだ。はまったりして。貴様のパターンはすでに右。何？誰なのだ？あ、僕だよ。疲れてる？空いてるのだ。あっと、ビニールプール？大きいね。なのだ。水遊びがしたくなったから通販で買ったのだ。でもなかなか膨らまないのだ。疲れたのだ。なんか先が見えた気はするけど、一応さ、もうちょっと頑張ってみない？もう無理なのだ。カズヤ頼むのだ。はあ、それじゃ膨らまします。ファイトなのだ。大丈夫なのだ。まあなんとか。それじゃあお邪魔しました。ありがとなのだ。どういたしまして。では早速お水を入れるのだ。ホースがないのだ。といえばタクトはルクシオールにプールも作りたかったらしいのだ。でもノアに怒られたって聞いてるのだ。こんにちは。おお、白波くん。はい。聞いてください。これは大変なことですよ。なんです？テキーラさんの胸がですね、カルーアさんより大きいそうです。いやー、お恥ずかしい。本当？何よ、信じられないの？まあ確かに目つきや髪の雰囲気が変わるけどさ、バストサイズまで変わったりするかな。はい、これメジャー？ロンより証拠。測ってみて。僕が？当たり前でしょ。
またまた冗談ばっかり。そう思うの？逃がさないわよ。はい、早く。失礼します。ちゃんとトップで測ってね。どう？90です。なんとカルーアさんのデータは88、その差2センチです。信じた？信じました。よろしい。それじゃあついでにウエストとヒップも。素早い脱出ですね。奈良先生、測ってみる？構いませんよ。つまんないわね。失礼します。やはり抜かねばならんか。残しておいても良いことは何もありません。そうか。バイトなのだ。どうしたの？ナタン抜歯なのだ。抜歯？虫歯かい？いえいえ、乳歯が1本残っているのです。永久歯の配列に悪い影響が出ていますから、できるだけ早く抜いてしまいませんと。わかった。これでも元工女、迷いは禁物じゃ。抜いてたもれい。そこまで気合を入れなくてもすぐ終わりますし、痛みもありませんから。おお、そうか。ついの。ではナノナノさん、麻酔をお願いします。そんなこともできるの？余裕なのだ。ナノマシンでちょちょいなのだ。ナノマシンって万能だな。そんなこともないのだ。できないことだってたくさんあるのだ。こりゃ、はよせ。決意が揺らぐではないか。それじゃあ口を開けるのだ。完了なのだ。ありがとうございます。では抜きますよ。そんなものでやるのか？そうですよ。やっぱりやめる。嫌じゃ。白波くん、ナノナノさん、抑えてください。僕も？早くするのだ。麻酔が切れるのだ。夏目、ごめん。ではでは。はい、終わりました。元工女なんだからちゃんとしたら。情けないと思うな。人事だと思いよって。この抜いた歯ですが、どうしましょう？持ち帰りますか？いらん。主にあだなすろうぜき者じゃ。捨ておけい。わかりました。ではわらわは行くぞ。世話になったな。あ、僕もこれで失礼しますね。はい、お疲れ様です。まったなのだ。パイプなんて立てて何やってんだ？どうしました？和也か。試し切りをしていたのだが、見ろこれを。あ、剣が曲がっちゃってる。通販にて生クラをつかまされてしまった。情けない。
悪徳商法だ。許せませんね。いや、商品の見定めを誤った私にも責任がある。いえいえ、ちゃんと対応しましょう。どういうことだ？こういったものには普通保証制度がありますから、返品とか交換とか何かしらの手段が取れるはずです。お、そうなのか。はい、注文時の記録を控えて購入先にクレームを入れてみてください。わかった、すぐにそうしよう。助かったぞ。慣れてないんだな。うわあ！ランティ？完全に魂が抜けてる。一体何が？和也さいや、ん、どうも。ランティどうしたの？何かあったんですの？あっちで抜け殻になってる。そのノートは？なんかびっしり書いてあるね。これはお料理に対する私の感想文です。ここの？はい。なんと閻魔帳とは。寸評を書いてあるだけですわよ。はっ！ひょっとしてランティのやつ、それを見た？先ほど見たいとおっしゃったので。僕もいいかな？どうぞ。なになに？エデン産宇宙キビナゴのサラダ超美味、ゴルゴンゾーラのフィトチーネ美味、糸より鯛の煮物超美味、六元豚のヒレカツ超美味、カチョエペペ美味。美味ばっかりだぞ。なんで抜け殻になったんだ？これが原因じゃないのか？三つ目うなぎのロースト超美味、海鮮野菜あんかけ丼超美味、アボカドとエビのポテトサラダ超美味、特製シュークリーム超美味。ただし和也さんの方がちょっとおいしい。これだ。何か失礼なことを書いちゃいました？いや大丈夫、問題ないよ、問題ない。それじゃあ僕はこれで。ごめん。ドライブアウトしたセルダール領に戻ったんだ。白き月で紋章機のメンテナンスか。ウィルが出現しないことを願うしかないな。よし、見回りはこの辺で切り上げてシミュレータで腕を磨いておこう。ウィルの脅威は底が知れない。難度は高めでいくかな。吹っ飛ばされるなんて
ご神壁ってすごい。これはカードキー。誰のだ？マリア・ステリーネ。ステリーネ？これステリーネさんの？いや、ステリーネってラストネームだったの？驚いたな。まあとにかく届けてあげよう。こんちは。何？出たー！うるさいな。あう。何の用だよ。これ。ああ、なくしてたんだ。どこにあったの？シミュレータルーム近くの壁際に落ちてました。あ、そう。マリアってお名前だったんですね。どうでもいいだろ。気安く呼ぶな。ごめんなさい。いいか、よく覚えておけ。僕を名前で呼んでいいのは第二戦闘態勢か。すいません。それではこれで。みんな！敵なんでしょうか？わからん。おい、とにかく入ろうぜ。すみません。って静かに。何度言わせる気じゃ。姫。重要な通信の最中です。はい。早々に引き返せ、ハモン・ゼルベック。いやったす。夏目様の願いとはいえ聞けないだす。どうしようもないんだすよ。こうしなければいられないんだす。締結された和平をぶち壊すつもりか。なんと言われようとオラは白き月に行くんだす。じゃから正規の手順を踏めと言うておろうが。アライアンスに許可を申請しただすが相手にされなかっただす。こんな田舎者の将校じゃ聞く耳持ってくれないだす。ではわらわが口を聞いてやろう。しばし待て。夏目様は追放された身だす。きっと無駄だす。オラは白き月に行きたいだけなんだす。別に侵略するつもりじゃないだすよ。戦艦が所属性以外の領域に無断で立ち入ることは立派な戦争行為じゃ。そんなことは百も承知だす。だすがどうしても衝動が抑えられないんだす。それではただのわがままであろう。どう取られようとも構わないだす。そんなものに付き合わされる部下の気持ちを考えたか。誰も連れてきていないだすよ。そのくらいの分別はつくだす。オラも暴君じゃないだすから。ではスチだけと申すか。その通りだす。この船以外は自動操縦だす。そうか。これでオラが冷静なこと分かっただすか。別に気が狂ったわけでも混乱してるわけでもないだす。だから邪魔しないでほしいだす。オラを白き月へ行かせるだす。ダメじゃ。それとこれとは話が別。分別がつくからといって領域を犯していい理由にはならん。ましてやノイエがエデンから預かる重要施設に戦艦で近づくなどもってのほか。早々に立ち去れ。わかっただす。本当か。これ以上の話し合いは無駄だすね。なんじゃと。申し訳ないだすが次の攻撃は威嚇じゃないだす。早く道を開けるだす。やめい。本当に戦争になるぞ。
通信はちゃんと記録してるだすね。は？館長さん、どうなんだすか？もちろんしています。だばこの行動がオラの一存であることを宣言するだす。こっちの記録もカジェルに送信しておくだすよ。双方の記録内容に差がなければ事実の証明になるだす。これで大丈夫だす。早くつなぎ直せ。ダメです。完全にオフラインになりました。カジェル艦の移動を感知。白き月に向かっています。仕方ないわね。夏目さん、申し訳ないんだけど。ああ、構わぬ。あのバカを止めてくれ。エンジェル隊は揃ってる？揃っています。副長、お願い。全員ブリーフィングルームへ。了解。行こうみんな。なったなんじゃ。さっきのお魚みたいな人誰なのだ？ハモン・ゼルベック。一応カジェル軍の中将じゃ。中将？まあ偉いんですのね。何を言うておる。カジェルはあのカルバドゥスが統治していたのじゃぞ。というと？見えっ張りの群れといえば理解できよう。実力が伴っていないってことですか？そういうことじゃ。実際は盛ん程度と考えよ。アホくさ。それでなんでこんなことに？知るか。わらわが聞きたいくらいじゃ。まあ落ち着いてね。突然現れ白き月にまっすぐ向かってきたらしい。間に入り停止するよう勧告したところ威嚇発砲をしてきたとのことじゃ。まったく何を考えておるのやら。少々遅れました。申し訳ない。では早速ですがブリーフィングを始めたいと思います。これがミッションエリアのスキャン結果です。障害物はありません。ルクシオールはこの位置。突進してくるカジェル艦の配置はこのようになっています。データベースと比較したところ全て同種の突撃艦で編成されていました。通信時の言葉を鵜呑みにするならばいずれかがハモン中将の乗る機関であり他の船は無人ということになります。よって今回のミッション目標は機関の発見およびそれを行動不能にすること。以上。通信時の記録から機関を割り出せないんですか？周到にも全艦から同時に発信されていたため特定には至りませんでした。全て同じ船で編成したのもカムフラージュが目的かと。なんじゃ案外頭の切れるやつじゃな。そう予想できます。おっと。ではルーンエンジェル隊発進です。了解。よろしくね、白波。
ってどうやって探したもんかしらね。人の癖と機械の癖ってやっぱり違うはずですよね。こういうのってアニスが得意なんじゃない？親分どれなのだ？おいおい、いくらなんでもまだわかんねえって。ならば端から叩くのみ。効率が悪いの。スペルキャスター攻撃開始。攻撃開始された。攻撃開始じゃ。当たったか。当たったようじゃな。攻撃成功なのだ。回避成功。やるな。かわされた。目標沈黙。命中だ。はい。避けられはすまい。失敗じゃ。二度は繰り返さぬ。おーい、そこの君、ジェノサイド。胸敵の回避が上手か。目標沈これは黙。回避不能です。何かに捕まってください。目標確認っと。ヘキサクロスブレイク。ヘキサクロスブレイク。避けられたのだ。外した。私もまだまだだ。まずじゃ。一度船に帰るわよ。ゼフィルスランテージ。スキャリー。ウィルと比較すれば相手の戦闘能力は低いと言えます。ですが油断はしないように。敵に命中した。ハイパーブラスター。撃沈じゃ。スペルキャスター敵じゃ。攻撃に向かう。ジェノサイド。ボンバー。燃料の消費が激しいね。撃墜したぜ。避けられはすまい。エクストリームエネルギーランサー補給してきますね。倒したぞ。ちゃっちゃと補給してくるわ。回避できたのだ。どなたに差し上げようかしら。ありがとうございます。これでまた全力で戦います。補給に帰還する。さーてと、もう一暴れしてくっか。失敗じゃ。クロス二度は繰り返さぬ。リペアウェーブ。なぜこのようなことをするのかやっつけました。理解に苦しむ。いたいた。ちょっともだ。敵一隻を撃墜。うまいわ。やっぱ俺強えな。攻撃回避されたのだ。もう諦めるのだ。しばらく大丈夫。このまま進んでもいいことないのだ。軽くかわしたぜ。あだ、い
たいだすな。もうわかったこいつがおげ玉だ。おいおい、今喋ったからでしょ。お、いい感じなのだ。連合と和平を結ぶまでどれほどの犠牲と努力があったかと。カルバドス様が負けるわけだす。ゼフィレス回避だす。何が何でも行くんだす。よし、これでもう動けないだろう。ブレイブハートよりルクシオール、目標は行動不能。確認を願います。はい、確認できています。動力は完全に停止。復活はまず無理でしょう。ご苦労様です。帰還してください。了解。エンジェル隊戻りました。一旦切ります。そのまま待っててください。わかっただす。夏目さん、もう一度説得をお願い。早急に進路変更を促してください。どういうことじゃ。動力は止まっておるのじゃろ。脱出ポットを使ってまた接近を試みてるのよ。なんじゃと。先ほどから艦長が説得しているのですが、やはり決心は固いようです。このままだと白き月のシールドに触れて大破するわ。大破。わかった。とにかく出してくれ。ハモンよ。なんだすか。白き月にはシールドが貼ってあるぞ。知ってるだす。センサーで感知してるだす。ならばこのままだとどうなるかもわかるじゃろ。もちろんだす。それでも行くと申すのじゃな。そうだす。そうか。ならば何も言うまい。夏目。うるさい。どのみちこやつにはもう後がないのじゃ。戦艦数隻を身勝手な理由で運用しスクラップ。その上和平を誓った相手の領土を犯したとなると。そうだす。極刑。そうでなかったとしても終身刑か追放は免れないだす。でもだからって自ら選びこうなったのだ。ならば最後も選ばせてやってくれ。夏目様。間もなくシールドに接触するわ。ハモン、最後にもう一度聞きたいことがある。なんだすか。措置を突き動かすその衝動、やはり理由はないのじゃな。理由がないというよりわからないんだすよ。戦いの前にも言っただすが、こうしなければいられないんだす。申し訳ないだす。だすがこうして死が近づいてるだすのに、不思議と怖くもなんともないだすね。まるでこうなることが当たり前のような、そんな気さえしてるだすよ。シールドまで30秒。夏目様。なんじゃ。カルバドゥス様からは世間知らずのわがまま娘と聞いていただすが、随分とイメージが違ってただすよ。措置もカジェルの将校にしては珍しく能力が肩書きに伴っていたぞ。光栄だす。接触するわ。ハモン。さよならだす。何？カズヤさん。おいナノ。分かったのだ。ちょっと何？また脳波が消えそうなのだ。なんじゃと。どうしましょう。何が起きたのです？ナオルくん。ポッドが接触する寸前でシールドが解除されました。なんですって。ではハモンは無事です。ノアからシャトヤン。こちらシャトヤン。なんで解除したのよ。何もしていません。突然ダウンしたのです。
今再起動中です。とにかく急いで戻して。それにポートの回収も。わかりました。シールドが勝手にですって、どういうこと？またか。ちょっと待て、ここで伸びてるのは誰なんだよ。これもカズヤなのだ。ではあそこで透けてゆらゆらしてるのは誰なのか。みんな見えてるの？どうも排泄してる場合か。来るな近寄らないでください。怖いよ。気持ち悪い。ちょっとひどいなもう。あんたカズヤなの？ええ、そうですよ。本本当ですって。証明しなさい。そんなこと言われてもな。でも今回はみんなに見えてるんですね。ってあれ？その白き月のシールドが戻りました。それでカズヤも戻ったのね。ごめんなさい。つい投げちゃいました。カズヤさん、大丈夫ですか？しっかりしてください。一発 KO なのだ。カズヤが投げられたのも初めてじゃね？まあ無理もないだろう。面白かったですわね。それはソチだけじゃ。カズヤさん。ノアさん、一体これは。もういいな。次から次へとわけのわからないことばかり起きて。落ち着いて。一体全体眠ったまま？そうなの。あの後すぐにポットは回収され、ハモンさんも拘束されたわけなんだけど、直後に眠気を訴えて倒れ、それきりだそうよ。今はノアさんの指示により白き月の医療区画に移され精密検査中です。命に別状はないんじゃろうかの？かなり深い眠りに落ちている状態だけど、バイタルサインは安定してるみたい。そうか。やれやれ、騒ぐだけ騒いで今度は寝たまま起きてこねえだと。ふざけたやつだぜ。たく。まあそう言わんでやってくれ。命を落とすほどの覚悟を決めておったのじゃ。しかしその覚悟も理由がはっきりしないままですな。こうしなければいられない。この言葉だけじゃピンときませんよね。そのあたりのことはノアさんが全力で調べてくれています。何か分かったのだ？まったく。それに今私が重要視してるのは白き月の方。勝手にシールドを解除しちゃったことですか？ええ。記録上では脱出ポートが接触する直前でシールドシステムがダウンしてる。これを偶然の一言で済ませるほど楽観的にはなれないわ。白き月が管理者以外に反応するなんてありえない。月の巫女たちも大騒ぎよ。ほんとわけのわからないことばかり。これにもなんか変なこと書いてあるし。それはケルビンさんから預かった剣の塚。読めたのか？片っぽだけね。片っぽ？これ
片方が古代エデン文字で裏側は古代ルイン文字なの。ルインの方は資料が少なすぎて今のところ解読不能よ。ならエデンの方は読めたんだろ。なんて書いてあったんだよ。無に漂いし眠る者は神と女神、それだけ。はおそらくこの文は歯の部分につながっているのね。続きは全体がないと。は神と女神って。そう、状況的には少し気になるわ。はい、パルフェは神と女神を選び出そうとしていましたし、この前のソルベのメッセージでも神と女神が現れるって言ってました。まさか何か関係が。さあね。でも剣そのものがあれば少なくともエデン側の文字は読めるわ。気になる疑問はどんどん潰していきたいの。だからあんたたちはセルダールに着き次第本物を借りてきなさい。何？何よ。あ、いえ、何でもありません。なんだ。続けるわよ。はい。じゃあ今言った通り王宮には話を通しておくからグレンの剣を借りてくること。本物があれば年代測定も可能なはず。ルイン側の解読効率も上がるわ。お願いね。大丈夫ですか？ごめんなさい。さすがに徹夜続きなんでちょっと続けるの無理かも。少し休むわ。和也くん、部屋までお送りして。はい。ああ、いらないいらない。一人で行けるわ。それじゃあ。お疲れ様です。あ、ムー様。探したいですよ。むごい。それじゃあ今後のことについて。エンジェル隊はノアさんの指示通りにお願い。その間ルクシオールと紋章機は予定通り白き月でメンテナンスを受けます。つまり節減しなければならないんだけど、この際にどうしてもシールドを解除する必要があるの。和也くん、ノアさんから説明は？あ、聞きました。シャトルのシールドをチューンしたので中にいれば月の影響を受けないそうです。だから節減するタイミングを見てセルダールに出発。王宮にてグレンの剣のことを済ませてきます。メンテが終わって白き月から離れる際に連絡をください。それに合わせて帰還します。分かったわ。作業はどのくらいかかりそうですか？緊急時に備えて紋章機のメンテは2機ずつ行うの。1組に1日はかかるそうなので都合3日ってところね。了解です。それじゃあ質問がなければミーティングを終わろうと思います。俺はねえよ。ないのだ。わらわもないぞ。私もありません。僕も。リリーさんは？あ、いや、同じく。まただ。大丈夫？問題ない。 OK だ。では解散です。会議が終わったのに親分が何も言わないのだ。わざとだよ。ならやっぱり何か言うつもりだったの？まあな。ゲームをしたかったのじゃろう。外れ。お食事でしょうか。グー。展望公園で運動ですか？違う。正解は部屋で昼寝でした。実に身のない答えなのだ。うっせ。リリーさん、なんか様子が変だな。開門！へえ。ここが中庭なんですか。うむ。広いのだ。とっても素敵ですわ。
まあまあじゃな。人が全然いませんね。ここは普段開放されている。夜間を除き誰でも入れるはずなのだが。そうなんですか？ならなんで今は門が閉まっていたんでしょう。我々の北条が原因かもしれない。は？意味がわかんねえぞ。貸し切ってくれたのだ？いや、おそらく人払い。人払い？また。とにかく行こう。謁見の間はこの奥だ。なんかあんぞ。剣が刺さってるんですの。これケルビンのやつと同じなのだ。似ておる。それじゃあこれが。いかにもグレンの剣だ。ああ、確かに同じ形だな。よく見ると鞘ごと刺さってるんですね。その昔溶けた鉄を流し込んで固定したとのこと。なんでまた？深い事情があるのだ。まあいいや。これ持って帰んだろ。借りちまおうぜ。そう簡単には行かぬ。どうして？抜いてみるがいい。いいの？構わん。そんじゃ。よっと。あれ？こんやろ！剣までがっちりと固められてんじゃねえか。いな。剣は鞘に収まっているだけ。固定されてはいない。じゃあなんで抜けねえ？お前にその資格がないからだ。資格？実はこの剣、特別な血を継ぐ者にしか抜くことはできん。特別な血って？そう、赤眼の民でなければならない。知ってるのだ？なんとなく聞いたことがあるような。だと？ならその赤飯の民なら抜ける。何かしらの仕掛けがあるってことだよな。赤飯ではなく赤眼だが。んなことどうでもいい。トレジャーハンターとしちゃ黙ってられねえんだ。そんな仕掛けを目の前にしちまったらな。何が何でも抜く。勝手にしろ。先に行くからな。わあ、行け行け。リリーさん、ちょっと。アニスも陛下に塚の複製を返還しなきゃならないだろ。ほらよ。わっと返しといてくれ。ついでに挨拶もな。おいおい、アニスに任せるようケルビンさんに頼まれてるんだよ。知ったことが。引くに引けねえ時ってのがあんだよ。なんだよそれ。和也、無駄なのだ。親分、ゲームで負けた時と同じ目なのだ。こういう時は勝つまで絶対にやめないのだ。ああ、そう。まあ放っておいても良いのではないか。そうですね。私たちは陛下に会いに行きましょう。王様をお待たせするのも失礼ですし。はい、わかりました。そうします。それじゃあアニス、先に行くからね。まずはどうやって赤飯の民ってのを区別してっかだな。センサーでもあんのか？聞いてよ、お願いだから。なんか中庭もすごかったんですけど、やっぱりお城の中もすごいですわね。いろいろキラキラしてるのだ。セルダール本丸のこれほど奥に足を踏み入れることになろうとはな。グレンの剣を借りてこいって言われてから
リリーさんの様子が明らかに変だ。さっき赤眼の民の話をした時もかなり険しい顔をしていたし、何か関係があるのか。リリーさん、なんだ？さっき言ってた赤眼の民ってどんな人のことなんです？ああ、それはな。リリー、ん？久しぶり。おお、ケルシー、それにサンタローザ。ジェニエブルとの戦い以来ね。元気してた？ああ、お前たちも変わりない様子だな。まあね、暇だけど。何故暇なのだ。陛下のお月とあらば忙しかろう。全然。陛下喋るようになっちゃったから、私たちお役御免も同然よ。なるほど。そんなわけで残されたお仕事といえばこれくらい。サルダム陛下のおなーりー。陛下、お久しぶりでございます。七重のご剣よ。待たせたか？いえ、我々も到着したばかりです。和也、そしてエンジェル隊、皆息災か？はい。お心遣いありがとうございます。なのはいつでも元気なのだ。またお目にかかれて光栄ですわ。わらわも。どうしたのだ？陛下におかれましても健やかにお過ごしのご様子、私めも心より嬉しゅうございまする。そうか、もう立場的に。いざよい殿。はい。話しづらいことこの上ないゆえ、ぜひとも以前と変わらぬ付き合いを強く願い申し上げる。そうか。いや、助かった。舌を噛みそうだったのじゃ。これは愉快だ。なんと気持ち悪かったのだ。なんじゃと？ここを見てください。まあ、鳥肌。こりゃ、ちと礼を死してはおらぬか？まあまあ。相変わらずのようだな。ところでアニス・アジートの姿が見えないようだが。はっ、その者はグレンの剣を抜こうと中庭中央にて降格の最中です。佐賀ゆえに仕掛けに興味を抱いたか？仰せの通りでございます。よろしいですか？もちろん。何かな？そのようなわけでアニスからこれを預かってきました。おお、これは懐かしい。しかしまさかこの古代文字がウィルに関係している可能性があるとは。はい、故にグレンの剣抜かねばなりません。なんだ、陛下まで険しい顔に。そうか。もちろん持ち出しに関しては許可を与えよう。しかし抜くことの意味がわからぬお前でもあるまい。致し方なきことと覚悟を決めてまいりました。エンジェル隊よ。え？すまぬがしばしリリーと二人にしてくれ。はい、わかりました。陛下、恐れながら申し上げます。本件皆と共に行動する所存、故に人払いの必要はありません。わかった。ではこのまま続けよう。お心遣い感謝いたします。とにかく赤眼の民に対する偏見はまだまだ根強い。反発感情を持つ者が多く残っているのが実情だ。進化にも過敏に反応する者が少なくない。また根絶を掲げるタカ派集団も不穏な動きを見せているらしい。故にグレンの剣抜刀の役目、
アイラに任せるものとする。これは勅命であるぞ。よいな。なんだなんだ、ますますわけがわからなくなったぞ。アイラって誰だ？拝命いたしました。リリーシー・シャーベット、全力をもってこれに当たります。重ね重ねのお心遣い、感謝の言葉もございません。決行の時は夜間とし、くれぐれも隠密に執り行うのだぞ。御意。中庭の閉鎖はこの件が収まるまで継続させ、人払いも命じておこう。はは、何から何まで。なんだ？うわ、おわ、やめろ！アニス？くせ者！待て！この声は。今、くせ者って。はい、そう聞こえました。嫌な予感がするのだ。何かやらかしたのじゃろうな。とにかく行ってみよう。陛下、失礼いたします。しつけえぞ！煙幕、古尺。おめえがそんなもん振り回すからだろうが！覚悟、成敗。ドア！煩わしい。停止しろ。待て待て待て！落ち着け！王族、黙れ。だから違うって！俺は怪しいもんじゃねえよ！許さない。城内での不埒。だからあれは違うって！勘違いだって！問答無用。シェー！おわ！驚愕、白羽鳥。こんちくしょう！本気でぶった切ろうとしやがったな！同族への情け、持ち合わせなし。錆となれ我が刃の。冗談じゃねえ！メノルカー！やめるんだ、メノルカー！リリー様！隙あり、ハリケーンキック！ふぅふぅふぅ。アジータ少尉、事態の概要を説明しろ。一体何があったの？たく、こいつがいきなり切りかかってきたんだよ。足毛、よくも！剣を収めろ、メノルカ！リリー様、この女、盗賊。我はこの絵放っておけません。盗賊などではない。私の仲間、エンジェル隊のメンバーだ。エンジェル隊？そうだよ。分かったか、こんやろ。お前、盗んだ宝珠、その銅像から。盗んでねえって！その手、真紅の石、盗んだ証拠、間違いない。いや、だからこれは。アニス。はい？ダメなのだ。そうです。ここは遺跡とかではありませんのよ。手癖が悪いの。ちょっと待て！お前らまで信じてくれねえのか！冗談だよ。どうて？ごめんごめん。では早く訳を聞かせろ。何故そんなものを持っているのだ？え？これ？いや、そのな、剣の仕掛けが全然わかんねえからよ。ちょっと気分転換に散歩したらこの立派な像があってさ、近寄ったら宝石っぽいもんが落ちてたんで拾い上げただけだぜ。別にちょろまかそうとしたわけじゃん。ふむ、自然に外れて落ちたか。いいな、利便、言い逃れ。うたぐりぶけえな。本当ですわ。おお、デリアナか。メノルカさん、その石が取れていたのは事実よ。数日前から私も気がついていましたの。すでに庭師にも伝えてあります。どうだ、メノルカ、納得したか？陳謝、赤毛の女、勘違い、我が判断。勘
勘違いで切りつけられたんじゃたまんねえよ。メノルカさんは早とちりが多いものね。よし、ことは収まったようだな。リリー様、お久しぶりですわ。二人とも元気そうで何より。リーちゃんの友達なのだ。まあ友達だなんて。では皆に紹介しよう。イツエの護剣メノルカ・サーディンに、失礼、先ほど。ヨエの護剣デリアナ・マッカラル。お見知りおきよ。私がセルダール近衛隊長だった時の直属の部下だ。ああ、そうだったんですか。皆さんがあのエンジェル隊ですのね。一度お会いしたいと思っていましたわ。どうも、隊長の和也白波少尉です。まあ、隊長さんなの？ええ、よろしくお願いします。それじゃあリコから順番に挨拶を。アプリコット桜庭少尉です。ナノナノプディング少尉なのだ。カルンアマジョラム少尉です。アニス・アジート少尉だ。夏目イザヨイ少尉じゃ。まあまあ皆さん、とても可愛らしくていらっしゃるのね。セルダールを救っていただいた時の勇猛な噂からは想像できませんわ。僕も含むのかな。おっと、立ち話なんて失礼でしたわね。よろしければお茶でもいかがかしら。たくさんお話を聞かせてくださいな。それも一興ではあるが。ぜひそうしましょうよ。日中の中庭に誰もいないなんてめったにないことですわ。テーブルを用意しますから。遠慮する。我。あら、そんなこと言わないで、あなたもご一緒しましょうよ。黙れ。我好まずつれづれなる会話、それを誘う。お前は承知で。腹が立つ。相変わらず。まあ、それは失礼。失礼、リリー様。では私たちだけでいたしましょう。いや、やはり機会を改めよう。あら残念。先ほど陛下より重要な任務を仰せつかった。滞在日数も限られているゆえ、先に済ませてしまいたいのだ。わかりました。では時間に余裕ができましたらその時にぜひとも。ああ。皆さん、お会いできてとても楽しかったですわ。これにて失礼いたします。今の二人仲悪いのだ。みてえだな。未だこんな状態とは情けない。和也。あ、はい。出発しよう。赤岩の民の村へ。これは辛いの。デリシャスバーの明太子なのだ。ピリ辛アミーゴはこんなもんじゃねえぜ。なんと食わなくて正解じゃったな。リーちゃんも食べるのだ。ああ。リリーさん、また何か考え込んでる。あの面持ち、悩んでるって感じだ。いろいろと聞きたいことがあるけど話しかけづらいよな。個人的なことだとしたら失礼にもなるし。おいリリー。なんだ。いろいろわけがわかんねえ。そろそろ説明してくんねえかな。そうか。もっともだな。わかった。あとな、お前脳に使いを頼まれてから明らかに変だぜ。うじうじ考え込むくらいだったら話しちまえっての。一緒にいるこっちの身にもなれよ。申し訳ない。安心しろ。
ここにいるのは余計なおせっかいが大好きな連中だからな。その通りです。 D ちゃんの悩みは何なのだ？ぜひお聞かせください。相談に乗ろうぞ。みんなアニス、グッジョブ。君のデリカシーのなさに乾杯。褒めんなよ。褒めてないですってば。あ突破口にはなったの。さすがは親分なのだ。んだよおめえら、ニヤニヤしやがって。まあまあ。ではリリーさん、アニスがきっかけを作ってくれたんで聞いちゃいますね。ああ、なんなりと言ってくれ。それじゃあまず赤眼の民って？約300年の歴史を持つ剣豪の集団だ。皆一様に輝くような赤い目を持ち、剣技の凄まじさはセルダールに敵なしと言われた。思い出しました。そのあまりの強さからおごってしまい、王宮に反旗を翻したのですわ。つまりクーデターってことですか？そうだ。それを起こすために組織されたとの説もある。だがそれは失敗し、首謀者たちは全員処刑。残りの者も戒めとして人里離れた深い山中に追放された。ふむふむ、なんとなく分かってきたぞ。今から向かう村にはその者たちの子孫がおるのじゃな。その通りです。今も剣の技は受け継がれ猛者揃い。彼らにしてみれば誇りの継承であり存在意義なのですが、そのことが現在の世論から反感を買っていることも事実。当然ながら王宮に近しき者たちはより敏感です。それじゃあ陛下の言っていた偏見って赤眼の民に対する迫害感情ですか？ああ、根絶まで言い出してる集団もいるって。赤眼の民たちもセルダールにおける自分たちの立場は十分に理解している。故に今も山奥にて静かに暮らし、村から出ることはめったにない。なるほど。シリアスなのだ。なあなあ、例の剣がそいつらにしか抜けねえのはなんでだ？古の技術により特定生態情報がなければ刃と鞘の癒着が剥がれぬ仕掛けになっている。グレンの剣はもともと赤眼の民の宝なのだ。なんでそんなもんがセルダール城にあんだよ。王家転覆に失敗した折接収され、その愚かな行為を世に知らしめるためあの場所に固定された。ああ、晒しもんね。そういうことだ。ではその剣をアイラさんって人に抜かせるように言われましたけど、話の流れからするとその人は赤眼の民なんですね。いかにも私の剣の師匠だ。リーちゃんの先生なのだ。そうだ。立場上二つ名を持たないが、おそらく都への5剣以上の実力を持つと思う。ひとたび剣を持てば無敵だ。ああ、ちょっと脱線しますけど、その5剣って何のことなんです？話していなかったか？ええ、多分。何、単純な話。連想剣を体得した者に与えられる階級のようなもの。数が多ければそれだけ強い証。それだけのことだ。ならリーちゃんは7への5剣だから、アイラ先生よりも弱くてメノルカやデリアナより強いのだ。数字だけで見ればそうなるな。謙遜しよって聞いたことがあるぞ。公の記録において7へ獲得はお主だけなのじゃろ。それじゃあリリーさんはセルダール公認の最強騎士ってことじゃないですか。まあすごいですわ。いやいや、今言った通り師匠にはとてもかなわない。あくまでも公式記録の話。上には上がいるものだ。やめてくれ。褒められるのには慣れていない。
こらパクんなよ。それじゃあ名前が出てきたのでもう一つ脱線させてください。セルダール城で会ったメノルカさんとデリアナさんですが、なんか喧嘩してるみたいっていうか、ひょっとして仲が悪い？そのことか。あの二人は同期なのだが、入隊時から犬猿の中でな。しかもあるきっかけでそれはさらに助長されてしまった。あるきっかけっていうのは？話は10ヶ月ほど前に遡る。陛下の命により私がこの絵を離れエンジェル隊へ入隊する時のことだ。仲違いしているとはいえ実力は他の追従を許していなかったのでな。2人を次期隊長候補として推薦したのだが。何をやっているのだ！お前たちのくだらない小競り合いが隊に悪影響を及ぼしているではないか。まったくどうかしている。隊長候補であることを知れば少しは自重するかと思えばその真逆。しかも今や相手を蹴り落とす様が見え隠れする始末。騎士としての志を捨ててまで隊長になりたいのか。おっしゃる通り、失礼ながら。なんだと？我なりたい隊長に自覚あり、ふさわしき力、我だけリリー様告げるもの。述べよ、笑う理由。いえ別に。愚弄するか。我よ。まあ怖い。気に障るその態度。そう、私もとっても気に障るんですのよ。あなたのその自信過剰な態度が。来い、剣で決着。よろしくてよ。やめんかー！もういい！これ以上は聞くにも見るにも耐えん！己が出世のためにいがみ合うなど言語道断！お前たちの精神面は未熟と判断し次期隊長への推薦は取り消す！リリー様、落ち着いてください。私は至って冷静だ。では誰を選ぶというのです？現在の隊の中に他に適任者がいるとは思えません。誰が隊の中から選ぶと言った？お前たちのいさかいが原因で嘆かわしくもこの絵は分裂しかけている。このままではどちらが隊長となっても遺恨を残すことは必至だろう。ならば喧嘩両成敗、どちらも選ばず次期隊長は外部の者を推薦する。これが私の結論だ。お前たち2人はしばらく頭を冷やせ！とこのような経緯で私は2人を推薦しなかった。へえ。ああ、それでフォルテさんは。フォルテ？はあ、そうか。ああ、合点がいったのだ。だからあの時教官は。ちょっと待て、何の話じゃ？俺もわかんねえぞ。ああ、ごめん。僕がルクシオールに着任した時のことなんだけど、フォルテ教官が急にセルダール近衛隊長代理に選ばれたんだ。あまりに唐突でしたから少し疑問に思ってました。近衛隊長に外部の人が収まるのは変ですものね。もちろん前代未聞だった。だが知っての通りシュトーレン中佐の指導力は折り紙付き。陛下に強く進言し無理を通していただいたのだ。しかしベレルの乱によってそのシュトーレン中佐もノイエからの追放処分を受けてしまった。ですわね。それじゃあ隊長はどうなったのだ？まだ決まってないのだ？いや、さすがにそれはまずいからな。陛下がすぐに別の者を任命され隊としては事なきを得た。今はうまくいっているようだ。
あの二人を除けばってか。そうだな。セルダールも大変だね。この絵隊長争奪戦やら赤飯のためやら。赤眼だ。あれ、グリシーニより白波少尉。白波です。まもなく指定ポイントです。着陸態勢に入ります。了解。着いたか。ええ、赤眼の民の村です。師匠に会うのもかなり久しい。これが村？あの家しかありませんよ。住居はこの森に点在し、場所は伏せられている。私もここを含め数軒しか知らぬのだ。慎重なんですね。ああ、迫害の厳しい時期もあったらしいからな。では師匠を連れてくるゆえ、皆ここで待っていてくれ。わかりました。なんか寂しい雰囲気ですね。ずいぶんと山奥ですし、静かなのだ。人の気配がせぬ。お宝の匂いも全くしねえぜ。何言ってんだか。なあなあ、どんなやつだと思う？アイラさん？ああ、リリーの師匠というくらいじゃからの、優しくはなさそうじゃ。確かに。名前からすると女性でしょうか。だと思うけど。あの自分に厳しいリリーさんを指導してきたわけですよね。やっぱり少し怖そうなイメージがあるかな。どんな人なのか気になってきたのだ。ピッコーン。おいナノ、俺たちでいろいろ言うからよ、ちょこっと変身してみろよ。あ？顔だけでいいからさ。アニス、ナノは変身が嫌いなんだから、無理言ったらかわいそうだろ。了解なのだ。やってみるのだ。あれ、想像の人ならそんなに辛くないのだ。大丈夫なのだ。そっか。よっしゃ、そうこなくちゃな。ちょっと面白そうかも。場所的にネガティブじゃからな。ポジティブに行こうぞ。賛成でーす。それじゃあ行くのだ。まずは輪郭だ。どんなのがいい？少し面長な感じはどうでしょう。パーツが邪魔だな。耳以外全部消せよ。怖え。不気味だな。目だ目。次は目。鋭そうじゃ。次眉。凛々しい太めで。お、なんかよくね。なあ。そう？よし、次は鼻だ。フィット高そうです。口。小さく引き締まった感じじゃ。おーおー、いいねいいね。ああ、少しかっこいいかも。最後は髪の毛だ。剣を振る関係上短めな感じでしょうか。とりあえず色は黒で。やったー、すんげかっこいいじゃねえか。確かに精悍な印象じゃが、なんか男の人みたいです。なぬ、くっそー。ならヒゲだ。こうなりゃ男にしちまおうぜ。ビシッとかっこいいの生やせ。顎にもな。渋いですわ。これだ、完璧。お腹痛い。こんなのがリリーさんの師匠なわけない。いやいや、わからんぞ。待たせたな。覚醒。ほぎょ。いやよ戻せ顔、早く。
私の師匠がどうとか聞こえたが。いえいえいえ、何でもありません。あはそうか。では連れてきたゆえ紹介しよう。師匠、木の陰で何をしているのです？いえ、皆に紹介します。こちらへ。はい。では改めて、私の師匠だ。大丈夫ですか？しっかり。ほら、立てますか？もう一度挨拶を。アイラと申します。どうも、カルーアマジョラムです。こんにちは。いつも弟子がお世話になってます。いえいえ、こちらこそ。どこへ？怪我はありませんか？一体どうしたというのです？だって恥ずかしい。皆、私の大切な仲間なのですぞ。しっかりしてください。ごめんなさい。すごい。年っ子なのだ。こう来たか。予想外じゃ。とっても可愛いですわね。何か目がすんごい真っ赤なのだ。はい。赤眼の民ですから。強いのだ。いえ、それほどでも。刀は持ってないのだ。村以外の場所で体験することは固く禁じられていますので。なあ、アイラさんよ。はい。デリシャスバー食う？お菓子ですか？ああ。はい、いただきます。ほらよ。おいリリー、本当に師匠なのか？師匠だ。だってこれだぞ、これ。はい。嘘だ、絶対嘘だ。本当だ。こんな軽いの見てるのがおめえの師匠だってのか？まあ、失礼ですわね。私もここまでではありませんわ。空よ。どうだ、カルーアと一緒だぞ。天然だ、天然、間違いなく。天然だろうがなんだろうが、我が剣の師であることに変わりはない。な、バカな。言っただろう。ひとたび剣を持てば無敵だ。
そうっすか。なら例の剣を抜いた時にでも本領見せてもらうわ。リリーさん。イエス、マイマスター。本当に大丈夫なのでしょうか。私がお城に入り、アマツさえグレンの剣に触れるなんて。ノープロブレム。陛下から持ち出しの許可もいただいておりますし、何より師匠が抜刀することは勅命です。説明しました通り、刻まれている文字は敵ウィルの手がかりになる可能性があります。どうしても抜かねばなりません。決行は夜中、人払いもされておりますゆえ、心配は無用かと。はい。では師匠、参りましょう。はい。グレンの剣をただ抜くだけです。静かに、そして手早く。わかりました。和也もいいか？ええ、みんなも大丈夫？ OK なのだ。行きましょう。いざ出陣じゃ。やっぱ私なわけね。当然だろ。よし、突撃。師匠。マジですか。ほら、大丈夫か？ごめんなさい、ごめんなさい。いいから立ってよ。たく。やだわ。なんじゃと？全員夏目のそばへ。やられたの？なに？俺も師匠さんもかすっただけだ。それよりリリー。ああ、気配を感じなかった。つまり手強いということ。うわっどうしたの？マジ毒矢だ。毒？なるなの？分かってるのだ。これ蘇生が複雑なのだ。時間かかるのだ。でも解毒はできるんだね。できるのだ。殺す気満々じゃない。そうですね。例のタカ派集団だな。タカ派？は？根絶を掲げるタカ派集団も不穏な動きを見せているらしい。そうなのか。止まれ！我らはセルダールに完全なる太平をなすべく、忌まわしき赤眼の民に正義の鉄槌を下す軍団、その名もパージ・オブ・スカーレット・アイズ、略してポーズと呼んでくれ。ダサいの？うざい！そこに最強の赤眼の民アイラがいることは知れている。さっさと差し出せ！断る！断るの？当然だ！なら死ぬよ。死なん！いや死ぬってば。絶対に死なん！顔を隠し徒党を組み、闇夜に紛れて不意を打つ。そのような卑怯者恐るるに足らん！言わせておけば後悔させてやるからな。毒矢を放て！姫、ありがとうございます。朝飯前じゃ。あ、夕飯か？こしゃくな。全員進め！立て続けに切りかかれ！防御の隙を与えるな。少しは頭が回るようじゃな。テキーラ！ういさー。ねえねえ、どのくらい加減するよ。いらない、遠慮なく。あれそう？鎧は電気をよーく通すから聞いたのに。なる！
大気に宿りし雷の使者よ。まさか願いに応えこの手に集え。魔法か。輝きうなりて裁きを下せ。引け引け。手送りエレクトリスタチア警絶。一丁上がり。あら、下がれ。魔法が効かぬということは連想剣の使い手だ。七重のご剣も5対1ではかなうまい。リコ、そこの銅像を。いいんですね。 NG ですかリリーさん。 OK だ。陛下もお許しになるだろう。ならガーってやっちゃいます。なんだと。ストライクなのだ。スプリットだったのだ。惜しい。かわした時の俊敏な動き、かなりの手だれだ。ここは私に任せろ。お願いします。赤眼の民をかばう不埒者だ。やってしまえ。うりゃすごい。凄まじい喧騒だわ。まさに嵐。刀が見えないのだ。ダメだ。2人を相手に互角に見えるけどリリーさんの踏み込みに勢いがない。押されてるんだ。よしよし、いいぞ。七重のご剣を倒してしまえ。リリーさん。鎧を外したらどうだ。その方が動きやすいだろう。私を仕留めるのも楽になると思うがな。メノルカ、デリアナ。お前たちの癖くらい熟知している。見抜かれた。やはりバレバレでしたわね。なんでこの2人が。言い訳を聞こうではないか。何故こんなことをしている。何もなし。語ること。見たままですもの。ならばその集団の一味と判断してよいのだな。問題なし。一向に。私たちはポーズの一員です。ではあの狩猟らしき人物と考えを同じとするわけか。一切なし。否定要素。おっしゃる通り。理解できん。教えてくれ。お前たちなりの理由を。何故赤眼の民を憎む。何故根絶やそうとする。皆無。理由。忌まわしき血は断たれるべきですわ。そうか。いつからなのだ。その集団に組みしたのは。10年前。およそ。少し先ですがほぼ同じです。なるほど。犬猿の中は同じ組織であることを隠すための美濃か。お前たちは3年前、私がこの絵隊長に任命された直後に入隊したな。つまりこのリリーシー・シャーベットは最初から最後まで騙され続けていたわけだ。その上あろうことか次期隊長候補にまで押してしまった。どんな笑い草か。優れていただけ。我らの密偵術。気に病むことはありませんわ。いやいや、うぬぼれるな。私も同じ穴の無地なだ。意味不明。言動。まさかリリー様も団員。
その逆だやはり片場か。バカな！リリーが抜いちゃったのだ。なんで？どうして？あれは赤眼の民にしか抜けないんじゃ。無能理解そんな。感じるぞ、お前たち二人の心の乱れを。さあかかってこい。決着をつけようではないか。いつへ我、私は世へ心へ慶七重に負ける理屈が見つかりません。いや頑張ってやっつけるのだ。いっけー、そこじゃ。これはリリーさんの動きが違う。全く別物だ。二人の激しい剣撃を流れるような動きでいなしてる。手応えなんですのこれは。隙だらけだぞこの未熟者どもが。安心しろ、峰打ちだ。そうか、その手で抜いてしまったか。七重のご剣よ。誠に申し訳ありません。数年にわたり近しき部下にたばかられていたこと、どうあっても承服できず、頭に血が上り我を忘れました。陛下より賜りし幾重ものお気遣いを無に帰してしまい、このシャーベット、どうお詫び申し上げればよいものか。まあよい、すでに終わりしことだ。結果的には高羽集団を一網打尽としたわけであるからな。ご苦労だった。いえ、滅相もございません。そしてアイラよ。はい。世の命令によりそなたには多大なる迷惑をかけた。命の危機にまで及ぶとは謝罪の言葉も見つからぬ。許してくれ。とんでもありません。陛下直々にお会いくださり、そのお言葉を賜れるだけってで、恐れ多く恐悦至極にございます。和也みたいなのだ。にゃに？赤眼の民にまつわる諸事情、セルダールとしては長きにわたる微妙な問題だが、これを機に処遇を改善していければと考えている。期待してくれ。ありがとうございます。ありがとうございます。おいリリー、なんだ？お前まで礼を言うのはよ、自分の師匠が王様からありがたいお言葉をいただいたからってだけじゃねえよな。だけじゃないんですか？わからんのか？リリーさんが紅蓮の剣を抜いたわけですから。リーちゃんもきっと赤眼の民なのだ。ああ、そういうことでしたの。全然わかりませんでした。でもリリーさんの目は青ですわ。陛下、うん。このように私の仲間はもとより高羽集団の首領であったロディアック卿、そしてメノルカにデリアナ、その他何人かの団員にも私が抜刀したところを目撃されました。もはやこれ以上隠し通すことは不可能だと判断いたします。そうだな。皆今まで黙っていて悪かった。
タクトで隠してたんですね。片っぽだけなのかよ。そうだ、私には赤眼の民の血が半分流れている。ハーフってことですか？ああ。では改めて紹介しよう。私の師匠だが、フルネームをアイラ・カラメル。要するに私の母だ。それはそんな気がしてましたわ。嘘こけこら！本当ですのに。マジですか？マジだ。どちらへ？怪我はありませんか？目元が似てますわ。いや参った。降参です。まさに予想外じゃ。リリーさんが赤眼の民だったことよりも、愛ちゃんがお母さんなことの方がびっくりなのだ。なんでですの？いや、なんでって言われても。立てますか？はい。とまあそういうわけだ。待てー！突然大きな声を出すな。師匠はデリケートなのだ。その師匠ってのがまだ納得いかねえ。どっからどう見てもただの天然じゃねえか。毒矢ならまだしも投げた菓子さえ受け取れねえ。本当におめえの師匠なのかよ。師匠だ。証拠見せやがれ。証拠だと？そうだ、剣を持てば無敵なんだろ。持たせてみろよ。陛下、今ここには我々しかいない。問題ないだろう。ではお言葉に甘えさせていただきます。さあ師匠、私の剣を。そんな陛下の御前で私が抜刀するなんてダメです。お許しが出ています。遠慮は無用だ。さ塚を握るだけでも。さあ、わかりました。塚を握るだけですよ。十分でしょう。失礼。体が動かねえ。死ぬ殺される。こんなところで。助けて。気絶したのだ。これは夏目さん、壁が出てます。何か起こったんですの？おいおい、今の闘気を感じなかったのか？僕は別に。なのもなのだ。私も何も感じませんでした。鈍感じゃの。やはり純血の迫力は違う。あっぱれ。恥ずかしい。しかし今回の件が外部に漏れればシャーベット本家にも影響が出る。父が心配ですな。リリーよ。はっ。先ほども言ったが、そうなる前に世論に働きかけ偏見の払拭を約束しよう。赤眼の民はセルダールの宝であるからな。七重の御剣がそれを証明してくれている。陛下、この血を引く私にこの絵の道を開いていただいた恩、一生忘れませぬ。よい。強き者がふさわしき場所に収まる。それが正しき道というものだろう。はは。ロディアック公たちの反応から赤眼の民が
どんな境遇だったのか想像がつく。そんな世界でその血を受け継ぎながらも近衛隊長にまで上り詰めたリリーさん、きっとものすごく頑張ったんだろうな。と艦長より白波少尉。すみません、出ます。はい、こちら白波。報告は読みました。グレーの剣を借りることができたのね。はい。ならすぐに戻ってくれる？あれ、紋章機のメンテナンスはまだ終わってないはずですよね。それどころじゃないのよ。とにかくできるだけ早く戻ってお願いね。どうやらただならぬ事態のようだな。そのようです。リリーさん、頑張ってくださいね。母上。では陛下、ぶしつけですがこれにて失礼します。無事を祈っているぞ、エンジェル隊。よっこらしょっと。ほら、しっかりして。死ぬ。やりすぎました。申し訳ありません。問題ない。エンジェル隊戻りました。お帰りなさい。グレーの剣の件ご苦労様。ごめんなさいね、急に呼び戻して。いえ、何があったんです？それについては今から説明があります。響くん、お願い。はい、出します。ノアさん、それにシャトヤン様。あの場所は確か白き月なのだ。私はまだ白き月の中よ。ということはそちらで何か問題が？はい、前代未聞なのです。どうしたというのですか？ウィルがまた何か？奴らの関与は不明だけど、とにかくこんなことはありえないわ。一体何なんだよ。白き月が移動しています。勝手にね。それもゲートに向かって。管理者であるシャトヤンにももちろん私にも止めることができないの。原因は？完璧に謎、お手上げ状態よ。外部からハッキングを受けている様子は認められません。また運用プログラムにも今のところ異常は見当たらないのです。以前と違うところといえばハモンが乗ってることくらいかしらね。それが原因なんでしょうか？双方に関係性は見出せていないわ。そんなわけで私は船を降りることにしたわ。シールドの解除、そして移動。この自立行動の原因を何が何でも突き止めないと。このままゲートに衝突なんてことになったら目も当てられない。そうですね。頑張ってください。ノイエに現れるウィルは僕たちで何とかしますから。何よ、頼もしいじゃない。だって僕の幽体離脱や連れ去られたプディングたち、マジークのハッキング放送に今度は白き月の自立行動、ノアさんにしか調べられないようなことが本当に山積みです。どれもウィルとの関係性を否定できる要素もないし、だからできる限りはノイエに攻めてくるウィルくらいは僕たちで対処していかないと。もちろん強敵なことも分かってますけど、なんとかしますから。だからノアさんは自分の仕事に集中してください。あんたさ。はい。タクトも言ってたけど少しは成長したのかもね。いや、そんなことないです。ノア、例の解読結果ですが、そろそろお聞かせしては。そうね、ご褒美ってことで。解読結果？グレンの剣だけどエデン側は全部読めたわよ。
本当ですか？さっきデータを送ったばかりなのにずいぶん早いですね。かなり古いものだったけど、エデンの文字には変わりないもの。データベースとの比較だけで簡単に解読できたわ。今読む？ぜひお願いします。それじゃ。無に漂いし眠る者は神と女神。触れればその目は開かれる。神が鵜を売るとき、女神もそれを求めよう。その願い叶わぬならば、絶対の神殿に光の月現れ、すべては永劫に回帰する。以上よ。意味は？わかるわけないじゃない。いたずら書きかもしれないの。でも気になる単語が。そうね。神と女神は言わずもがな。絶対の神殿はノイユの有名な伝説にもあるわ。アブソリュートのことですよね。ノイエの史実に基づくならおそらく。そして光の月、ベレルが使ってきたセントラルグローブの防衛システム、影の月の対語とも言える言葉です。どこかにあるんじゃないの？もう一つ月が。ま、冗談だけど。ルイン側の解読はどうなんでしょうか？それに関してはちょっと後回しね。接触したばかりの宇宙だから資料も少ないの。ましてや古代文字なんて。一応問い合わせもしたし、データ収集も含めた自動解読プログラムをセットしたわ。そのうち読めると思うから気長に待ちなさい。わかりました。ソースコードの出力が終わったようです。ならチェックね。はい。私は作業に戻るわ。あんたのさっきの言葉を信用するから、よっぽどのことがない限り連絡しないでよね。了解です。じゃ。いろいろと謎が重なっちゃいましたね。剣の文もなんだかつかみどころがねえし、文章がルイン側に続いている可能性もあるな。全部読めたら意味がわかるのだ。そうとも限らんしの。早期解読を期待しましょウィルが再び現れてから本当にいろいろなことが起こっている。奴らの目的さえも確信には触れていない状態だ。一体何をするつもりなんだろう。大切なものをなくした時、膝を抱えて泣いても、そこからはたった1ミリさえ運命の歯車は動かない。そうさ、恐れずに信じて壊れたものをさあ修復してく力を持って、名作映画のように焦らない物語描いてゆこう。この時を駆け抜けよう。心が震える衝撃受けながら、これから何が起こるか心の中イメージして、終わらない旅共に突き進んでゆこう。器同士で少し小競り合いをしたみたいな。ええ。数が大きく減少しないように注意しないと。
そんなに気にする必要はないんじゃないかしら。まあ今のところは順調か。そろそろあれが動く頃。例の通信班に仕込んだ餌のことだね。うまく誘導されてくれるといいんだけど。されるさ。他にすることがないようにしてある。それもそうね。